こんにちは。今日は広東語の成長について話したいと思います。広東語は成長言語です。一つの字を違う高さで発音すると別の字になってしまうのです。例えば、東のドンをちょっと低く発音すると寒いのドンに変わります。広東語には、全部で6つの成長があります。では、特定の成長を発音するときに、どのくらい高くすればいいのでしょうか。成長の高さをいちいち覚えていて、毎回同じ高さで発音する必要があるのでしょうか。そのやり方は間違いではないんですが、これから広東語の成長の原理を説明して、もっといい覚え方を紹介します。まずは例で説明しましょう。今日を意味する今夜という単語は2文字で、今は最も高い成長の一声で、やは中低の成長の6声です。今はどの高さで発音してもいいんです。例えば、すごく高くガンと言ったり、すごく低くガンと言ったりしてもいいです。でも、次のやを言うとき、成長感の特定の音程関係に従わなければなりません。この例のガンやでは、一声と六声の音程関係は単三度、つまりドレミファソのソミやファレのような音程です。ガンヤをソミのように発音すれば正しいです。もし、ソファのようにガンヤと言ったり、ファーミーのようにガンヤと言ったりすると、ネイティブには変に聞こえます。ここで、広東語には6つの成長があるから、成長間の関係は36通りもあるんじゃないか。それを全部覚える必要があるのかと思いませんか。確かにその考えも間違いではありませんが、次のマッピングを使えば簡単に覚えられます。一世はそう、二世はファーからそう、三世はファー、四世はド、五世はミからファー、六世はミ。このマッピングを使えば、どんな単語やフレーズの成長も導き出せます。例をいくつか見てみましょう。ネイホーは5世と2世の字で構成されています。マッピングによると、正しい発音はミファ、ファソです。ネイホーをネイホーのように発音すれば完璧です。もう一つの例は本ボバウです。この単語の字はそれぞれ3世、2世、1世です。マッピングによると、正しい発音はファ、ファソ、ソです。本ボバを本ボバのように発音すれば、これまた完璧です。広東語の成長システムを理解した今、どんな単語やフレーズの成長も正しく発音できるはずです。この動画を終える前に、2つのポイントを強調したいと思います。まず、このマッピングで示した関係が唯一の正しい関係ではありません。特にロックスの場合は、ミだけでなく、例でも表現できます。例えば、ガンヤはソーミーのようにガンヤと言ったり、ソーレのようにガンヤと言ったりできます。もしネイティブがこのマッピングと異なる音程関係で単語を発音していたとしても、それも多分正しい発音方法です。次に成長システムを理解したとしても、単語の成長をメロディのように繰り返して覚えるのが一番です。人間はロボットではないので、計算で導き出すよりも、音声の記憶からフレーズを発音する方が早いんです。では、今日の動画はここまでです。また次回お会いしましょう。